雑談です。朝やんです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方体専門家でございます。昨日は何をしてたかというとですね、朝やん、水道橋博士さんがやっている阿佐ヶ谷ヤング用品店の当日で一日それをやっておりました。いやー、昨日の朝やんはあれですよ、アントニオ猪木さんと、モハメッド・アリの世紀の本戦とまで言われたり、いやーどう言ったらいいんだろう。とにかく猪木アリ戦から45周年ということで、本来予定していたゲストの方が、村松さんといって、プロレスを言語化したというかね、僕はその本も読んでなかったし、存じ上げなかったんですが、そういう方がいまして、しかしワクチン接種の日と重なってしまってということで、急遽、古舘一郎さんが登壇して、猪木アリ戦を振り返りつつ、アントニオ猪木さんについて、いろいろお話をお聞きしてたんですけども、いやー本当にすごいというか、闘魂伝承ですよね。本当にあれだけのなんて言ったらいいのか、カリスマというかねほぼ皆さん影響下にあるわけですよね。で、多かれ少なかれ、僕も当然影響を受けておりますよ。子供の頃、猪木アリ戦がね76年なんですね。僕にしたいの2歳の時なんで、それは当然試合を生では見ておりませんでしたが、何度もテレビで放送されてたんで、覚えてますよ。寝っ転がってね、猪木さんが寝っ転がってアリキックという寝っ転がって蹴りを出してるんですけども、それはね強烈に覚えてますよ、本当に。で、僕は小学校低学年ぐらいの時は本当にゴールデンタイムでずっとプロレスをやってたんでね、それをもうずっと見てまして、本当に。で、その当時見てたのは当然古舘さんの実況のプロレスで、新日でね、もうだから当時猪木さんと辺ですね。藤波辰巳や長州力也、辺の方が大活躍している時期は本当によく見ておりまして、で、言動も面白いじゃないですか。みたいなのはすごく影響を受けて、でしばらくプロレスの放送がなくなってからしばらくはあんまり詳しくは見てなかったんであれですけど、それでザコシとかコバとかと出会って、でプロレスをネタにしたというかね、イベントもいくつかやってたり、吉本で、だから当時あれは何年ぐらいですか、97、8年ですかね、6年ぐらいからかな、吉本の番組の中で、吉本超合金の中でもプロレス、別でプロレスのイベントやってて、それがごっこですよ、プロレスごっこのイベントで、ある種こうショービジネス化したというかね、そういったプロレスを芸人自らがやってた、なんて言ったかな、あれやってたんですよ。で、それがあまりにも面白いってんで、その吉本超合金でも取り上げて、番組の中でプロレスをね やってたのありましたね。あれ96、7年の頃だったじゃないですか。全員ね、芸人さん多くはプロレス好きな人が多くてね、ちょうど NWO とかね、辺で長野さんが大活躍してた頃ですか。みたいなのは、それも一緒になってやってたのがあったんで、飛びですけど、そういったプロレスとはことあるごとに触れてきててみたいなのがあって、当然ね、猪木さん、馬場さんの
頃もまあちょこっとは見ていたんでね。というところで、まあその猪木さんの猪木あり戦から振り返りつつ、いろんなまあね、特に印象に残ってるのはやっぱ道ね、この道を行けばどうなるものかね、迷わず行けよ、行けばわかるさね、あれとかね、数々言葉を残してきているし、それから前回というかね、前にもやった前田明さんの、まあ僕は本当に詳しくなかったんですけど、文学的な面でもってこうプロレスを語っていたりみたいなことがあって、昨日の古舘さんが語るこう猪木さんのね実況ですよね。だから当時古舘さんがああいった実況というかねが古舘さんが出てくるまでは本当にこう淡々と試合の流れをねこう市場を挟むことなくというか、本当にこうただただ実況ね、どういう技をかけた、ロープに振った相手がどうなったみたいな淡々とそういった実況が多い中、古舘さんはこう市場をもってこう情景を語り出してたんですね。プロレスの実況で、それがこうまあ賛否は当時はあったんですけど、それが非常に面白いというか、こう言語化した、プロレスという、まあ、スポーツをこう言語化してこう伝えてくれた功績っていうのはやっぱり大きくて、それもその元になったのがその村松さんの書いた本だっていうこともねこう知れたりして、本当に面白かったですね。でこう猪木あり戦を実況当時はしてなかった当然アナウンサーになる前だったんで、古舘さんは大学生で、だったと。でそれを見て大興奮してたみたいな話があって、じゃあこう実況してみましょうと、ね、そのまあ結果も経過も分かった上での実況なんでね、こう非常にこうタイムパラドックス的な面白さというか、こうリアルタイムに実況はしてるんですけども、その現場でね、しかしこの後のラウンドでこういったことが起きた、ああいったことが起きたってことも分かってるんで、こうなんていうんですかね、こう未来を実況しつつ、未来を実況というかね、こうなんて言ってたかな、すごくいい言葉で言ってたんですけど、ね、実況この後こういう風にはなるわけなんですけども、今このキックはみたいなね、こういろんな結果を踏まえつつの実況っていうのがね、これまた一つ面白くてね、こうまあみんな結果は分かってるし、どういった試合だったのかっていう分かった上で、実況をつけるみたいなのが本当に面白かったですね。でまだまだねこう報道ステーションも卒業して、もう言うたら悠々自適にもう暮らしててもいいはずなんですけども、そうじゃなくて、こうトーキングブルースというね、古舘さんの一人語りのイベントで全国暗業、しかもそれ昔にプロレスの興行で一緒に巡業を回ってたような場所に行ってやるっていうね、ずっとなんていうんですかね、こうやらずにはいられないというかね、その姿勢もまたすごくかっこよくて非常に面白いねイベントでしたね。僕が説明が下手でね、どこまで伝わってるかわかんないですけど、本当に面白かったんで、ぜひ配信ねアーカイブで見れますんで見ていただきた後ね、その猪木あり戦の実況もそうですけども、こうそれをまあネタ化したというかね、講談風にした喋りもちらっとね、トーキングブルースではそちらメインでやってるんですけども、そのね、2日前にあったのかな、昨日の2日前24日にあったのを、博士さんが見てきて、あれすごかったですね、ちょっと聞かせてもらえますかって言ったその講談、プロレス講談もめちゃくちゃ面白くてね、引き込まれます。こう本当に
こうそこにリングがあるかのようにね、思えるようなすごい素晴らしいものだったので、ぜひね配信でご覧になっていただきたいなって思いましたね。それから延長戦ではもう一つもっとすごい今の猪木さんに対しての実況をするというね、これまた本当に超感動的で素晴らしいものがありましたので、ぜひね、今ねこう、昔の人っていうとあれですけども、こう数々言葉を残されて、その全員が影響下にね多かれ少なかれあるみたいな人って今あんまりいないですよね。それこそ僕が見てないだけなのかどうかわかんないですけど、例えばね恵比寿で集まった31人の YouTuber の中にそういった言葉を残してね、影響を与えてる人っていうのはいるのかなね。見たらいるのかどうかわかんないですけど、みたいなね、そういったこともねちょっと思いましたね。どれだけただこう流されていっちゃってるんじゃなかろうかね。こう心にずっしりと一生左右するようなね、そういった猪木さんのようなみたいな、本当にカリスマですよねみたいな人って今は果たして誰なんだろうかと思いながら見ておりましたけどね、本当に面白かったんでね、ぜひ知らない世代には余計見てほしいなと思いましたと。本当にすごかったですね。なのでぜひ配信で下の概要欄にね貼っつけておきますんで、貼っつけているんでね、いつもぜひ見てくださいといったところですか。はい。しまった、音が出ない。嘘でしょ、しまった。じゃあもういいか今日はね。はいといったところ、出る。出る。コントプロレスね、プロレスコントをね本当に昔はよくみんなやってましたけどね。それこそモストデンジャラスコバとかね、ザコシとか、それからメッセンジャーの相原さんとかもね率先してやってましたよ。あれね面白かったんで、YouTube とかね転がってないでしょうけどね、あの当時のね90年代末ぐらいのテレビってねなかなか上がってないとは思いますけどもね、ちょっと探してみましょうかみたいなことは、思いましたと。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。